ASMR チマ歯医者へようこそ。お待ちしておりました。早速歯を見ていきますね。口を大きく開けて、もう少し開けれますか？はーい、大きく開けて。そうですね。すぐに見ていきましょうね。ではライトを使って見ていきますね。頑張ってお口を開けといてくださいね。はい、失礼します。これは虫歯ありますね。虫歯もありますが、歯石も溜まってますね。これは痛かったですね。よく耐えました。歯の状態を説明しますね。CU あり。CU とは歯に穴が開く前の状態で、歯の表面が白く濁った色、ホワイトスポットと呼んでいます。これはザラザラした感じになります。自分では気づかないことが多い虫歯の初期段階です。 C1 あり。 C1 とはエナメリ質が溶け始めた状態で歯に小さな穴ができます。痛みや自覚症状はほとんどありませんが、灰色や茶色の小さな穴です。 C2 あり。 C2 とはエナメリ質の下にまで虫歯が進んだ状態です。甘いものや冷たいものがしみると感じることがありますか？それは C2 と言います。 C3 あり。 C3 とは歯の神経やその近くまで虫歯が進行し、神経が炎症を起こし、非常に強い痛みを感じます。 C4、 削ってみないとわからないですね。歯が残せるかどうか治療を行いながら確認していきますね。 C4 とは虫歯が歯の根まで達した状態です。歯の根に膿が溜まったり、歯の周りにも影響が出るため、歯を残すのが難しくなります。ちなみにアルファベットの C は虫歯の状態、 G は歯茎の状態を示します。 CO は初期虫歯、 GO は軽度の歯肉炎で定期的な観察が必要とされます。 G ですが、逆に高齢者でも G の方や健全な方もいらっしゃいます。G とは単純性歯肉炎のことです。歯にこびりついたプラークが原因で歯肉に細菌が入り込み、炎症を引き起こします。唾液検査の虫歯を予防しますが、最低限のことは行いません。 G はすでに歯肉炎が進行しており、治療が必要な歯を示します。これらも唾液が少ないと起こりうることがあります。唾液を意識し生活を気をつければ、このような G はなくなります。また虫歯となる原因ですが、虫歯の原因には細菌、ミュータンス菌、糖質、歯の質の3つの要素があります。この3つの要素が重なったとき、時間の経過とともに虫歯が発生します。虫歯といっても様々ですが、虫歯や歯周病の一番の原因はプラークなのですが、プラークとは歯石のこと。このプラークには 1g あたり1000から2000億もの細菌が存在していると言われています。細菌の塊のプラークが実は
虫歯の大きな原因になっているのです。はい、まだお口を開けといてくださいね。痛かったら手を挙げて教えてください。ちなみに歯磨きしてるのに虫歯になるのはなぜと思うかもしれません。虫歯は唾液の量が減ると歯磨きしても虫歯になる原因となります。唾液は口内の中性化やバクテリアの除去をする役割を果たしています。唾液が減ると口内の酸性度が上がり、菌が増殖しやすくなるのです。適度な水分摂取や口腔ケアに気をつけることが大切です。水分を取ったり飴を舐めたりして唾液を出しやすくしてくださいね。次に虫歯になりやすいこととしての事例にはなりますが、歯並びが悪い場合、ブラッシングが行き届かず、歯の間や歯の隙間に食べかすや菌がたまりやすくなります。そのため歯磨きしても虫歯になるリスクが高まります。歯磨きも特に問題なしとなると、歯の質が虫歯になりやすいのかもしれません。歯の質が虫歯になりやすい場合、歯のエナメル質が軟弱であり、酸や菌を受けやすい状態です。傷つきやすい歯は歯磨きや予防策では完全に塞ぐことが難しくなります。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると口腔内のエコシステムが乱れ、虫歯のリスクが高まります。悪玉菌が増えた状態では歯の表面に付着し、砂糖を代表して酸を作ります。これによってエナメル質が溶け、虫歯が発生するのです。次によくあるかもしれません。食生活に偏りがあるとこです。仕事、学校や寝不足、ストレスによる食生活の変化、これらは虫歯を育てる可能性があります。できれば生活の見直しをし、規則正しい歯のリズムを作ると最適です。逆にお伝えしますと、虫歯になりにくい人は歯の質だけではなく体質も虫歯に対して抵抗性が高いと言えます。具体的には唾液の分泌量ですね。そう、歯に関しては唾液がとても大切なんです。この唾液を意識して毎日過ごすと虫歯ができなくなるかもしれません。具体的には唾液には抗菌作用、殺菌作用など虫歯の発生を抑える成分がたくさん含まれています。そのため唾液の分泌が活発な人は体質的に虫歯になりにくいと言えます。虫歯になりたくないのなら唾液を意識してみてくださいね。ですが虫歯は歯の質や体質によってかかりやすさが異なります。ですから歯を磨かなくても虫歯にならない人がいても決しておかしいことではないのです。大切なことは自分の歯の体質を知ること、適切な歯のケアを行っていきましょう。では歯石もなくなりましたので、次は歯のマッサージと歯磨きの練習を行います。水で濡らしますね。はい、少し冷たい水が当たります。
消毒液塗りますね。はい、ひんやりしますよ。少しひんやりします。歯のマッサージは初めてですか？頭の中で一呼吸しましょう。歯のマッサージは必ず指の腹を使いマッサージを行います。具体的には人差し指の腹で歯磨き粉を適量と奥の歯茎に貼ってくるくるとマッサージしながら前歯の中央に向かって動かします。歯茎の表面にゆっくりと歯磨き粉をつけるように肉マッサージすると肉の毛が酸素を入れるように歯茎の歯茎に細胞の入れ替わりが正常に進むようにします。優しく優しく強く。明日は指の腹を使ってマッサージを行っています。
も毎日行うことができますね。ぜひやってみてくださいね。次は最後になります。歯磨きのやり方を説明いたします。歯磨きは毎日行いますね。ただ行うだけで正しい歯磨きを行っていない場合になりますが、歯磨きの基本はブラシの毛先を歯と歯茎境目、歯と歯の間にきちんと当てて軽い力で動かします。ここで細かく説明しますと、歯ブラシの毛先が広がらない程度に動かします。小刻みに動かすことが大切です。5から10ミリの幅を目安に小刻みに動かし、1、2本ずつ磨く。そこまで難しくありません。ゆっくり的確に歯ブラシを歯に当てて磨く。これがとても大切なことです。デコボコした歯並びなら、歯は一本一本に歯ブラシを縦に当てて毛先を上下に細かく動かしましょう。奥歯とか少し歯並びが悪いので、この磨き方で行ってください。次は最も大切かもしれません。歯と歯茎の境目。歯茎に対しては45度の角度に当てて、歯ブラシを5ミリ幅程度で動かしましょう。歯磨きはプラークをしっかりと取り除くことが必要です。プラークは水に溶けにくく粘着性があるため、歯の表面に付着し、うがいでは取り除くことができません。歯磨きの目的はこのプラークを取り除いて、歯磨きの目的はこのプラークを取り除いて虫歯や歯周病などにならないようにすることです。もう一度歯を見ていきますね。失礼します。少しぐらつきますかね。でも綺麗になりましたね。では、噛み合わせなども問題なし、とにかく唾液と歯磨きの正しいやり方を行ってみてくださいね。大丈夫そうですね。はい。また歯の痛み、不安などがありましたら、こちらでお待ちしています。